深夜障害対応を妨害した上司を監視ログで完全論破。深夜に俺を起こすな。通話録音全部残ってるけど。俺は29歳の SRE エンジニア。月間アクティブユーザー500万人の大手 EC サイトで働いている。 SRE って何？ SRE はサイトリライアビリティエンジニアリングの略で、簡単に言うとシステムの信頼性を保つ仕事だ。サービスの監視、障害対応、インフラの自動化なんかを担当してる。24時間体制なの？そう、うちの会社ではオンコール制度がある。週替わりで担当者を決めて、その週波に14時間いつでも障害対応する。深夜だろうが休日だろうが、アラートが鳴ったら即対応。大変そう。まあその分オンコール手当は月5万円もらえるし、やりがいもあるから好きな仕事ではあった。っていうのは、ある上司のせいで状況が変わったからだ。その上司の名配 C 部長、48歳。 SRE なんて横文字使いやがって。俺の時代はインフラエンジニアって呼んでたんだよ。典型的な老害タイプで、新しい技術や文化を全く理解しようとしない。しかもこの部長がとんでもなく厄介だった。障害対応するときは必ず俺に報告しろ。勝手に判断するんじゃない。でも部長、深夜の障害対応では一刻を争うので。黙れ。俺の指示に従え。これはひどい。 SRE 文化を全く理解してないな。 SRE の基本は迅速ないし決定と自律的な障害対応なんだが、この部長は全てに承認を求めてくる。しかも技術的な知識がないから判断も遅い。同僚の SRE メンバーも同じように悩んでいた。先週のオンコール、部長に電話したら30分も待たされたよ。俺なんか1時間待たされて、その間に被害が拡大したし。みんな部長の対応に困っていたんだが、部長は役員の信頼が厚く、誰も逆らえない状況だった。完全にパワハラじゃん。その週は俺のオンコール当番だった。深夜3時、俺は自宅のベッドで寝ていた。ページャーデューティーのアラート？ページャーデューティーってのは、障害が発生した時に通知してくれるツールだ。スマホを見るとクリティカルアラートの文字が EC サイトのデータベースサーバー応答なし。やばい、これは大規模障害だ。深夜3時に大規模障害とか最悪。すぐに PC を起動してデータドックで状況を確認。データドックは監視ツールで、サーバーの状態をリアルタイムで確認できる。画面を見て絶句した。プライマリー DB サーバーがダウンして、レプリカへの自動フェールオーバーも失敗している。つまり EC サイト全体が完全に止まっている状態だ。500万ユーザーのサイトが完全停止ってヤバすぎる。深夜とはいえ、うちの EC サイトは24時間稼働だ。1分停止するだけで数百万円の売上損失になる。すぐに対応を開始しようとしたが、部長の顔が浮かんだ。必ず俺に報告しろという部長の言葉を思い出した。仕方ない。報告しないと後で何を言われるかわからない。午前3時6分、部長に電話をかけた。電話は5コール目でようやくつながった。もしもし、なんだ、こんな夜中に。申し訳ございません。部長、EC サイトのデータベースサーバーがダウンしています。フェールオーバーも失敗していて、サイト全体が停止中です。すぐに手動でフェールオーバーを実行したいのですが。ふざけるな。こんな深夜に俺を起こすんじゃない。でもサイトが完全に止まっていて。勝手に判断するな。フェールオーバーなんて重大な操作を俺の許可なくやるつもりか。ですが、1分ごとに数百万円の損失が。黙れ。今から状況を確認するから待ってろ。俺の許可が出るまで何もするな。わかったな。電話はそこで切れた。なんだこの上司。どうしよう。待つしかないのか。スラックのインシデントチャンネルに状況を投稿した。部長に報告済み、許可待ちと書いた。そして部長からの連絡を待った。午前3時10分、何の連絡もない。午前3時15分、まだ連絡がない。データドックの画面にはエラーが積み重なっていく。このままでは被害が拡大するばかりだ。早く対応させろよ。
午前3時に10分、もう一度部長に電話してみた。しかし電話はつながらなかった。まさかまた寝たのか。ありえない。午前3時に15分、ようやく部長から電話がかかってきた。状況を確認した。フェールオーバーを実行していいぞ。わかりました。すぐに対応します。部長の電話から約20分が経過していた。俺は急いで手動フェールオーバーの手順を実行した。レプリカ DB への切り替え、接続確認、キャッシュクリア。午前3時35分、ようやくサイトが復旧した。障害発生から33分間、サイトは完全に停止していた。33分も損失やばそう。翌朝、緊急会議が招集された。会議室には役員、部長、そして俺。昨夜の障害で売上損失が5000万円を超えている。なぜ33分間もサイトが停止していたんだ。5000万円。常務、これは担当の SRE エンジニアの対応が遅かったのが原因です。枯葉深夜3時に障害を検知したにもかかわらず、私への報告もせず、勝手に判断しようとしました。ちょっと待ってください。部長に電話しました。電話、私は電話なんて受けていませんよ。嘘だ。午前3時6分に電話しました。部長は俺の許可が出るまで待てと言いました。証拠はあるんですか？電話の録音でもあるんですか？それはないですけど。完全に嘘つきじゃん。最低な上司だな。枯葉自分の失敗を私のせいにしようとしています。これは重大な問題だ。5000万円の損失、そして責任の押し付け合い。人事部、この件について徹底的に調査しろ。会議後、人事部長に呼び出された。君の対応が原因で5000万円の損失が出た。調査の結果次第では懲戒処分、最悪の場合は懲戒解雇もあり得る。損害賠償請求も検討している。そんな。俺は完全に窮地に立たされた。これはひどい。完全に嘘つかれてるじゃん。その日の夜、自宅に帰ると妻が心配そうに迎えてくれた。あなた大丈夫？顔色が悪いわよ。実は会社で大変なことになってて、妻に事情を説明した。懲戒解雇？損害賠償？でもあなたは悪くないんでしょう？俺は悪くない。でも証拠がないんだ。部長に電話したのは事実だけど録音してなかった。そんな、どうしよう。奥さんも不安だよな。翌日、出社すると同僚たちの態度が明らかに変わっていた。みんな俺を避けるように距離を置く。あ、おはよう。じゃあ俺は。同僚 A は挨拶もそこそこにその場を去った。同僚 B は目も合わせてくれなかった。同僚たちひどい。でも部長が怖いんだろうな。昼休み、食堂で一人で食事をしていると SRE チームのメンバーたちがトークのテーブルで話しているのが聞こえた。あいつ本当に部長に報告してなかったのかな。部長がそう言ってるんだからそうなんじゃない？でもあいつそんなタイプじゃないと思うけどな。まあ部長の判断が全てだから、俺たちも変に関わって巻き込まれたくないし。聞きたくなかった。同僚最低だな。イッチがかわいそうすぎる。調査が進むにつれ、状況はさらに悪化していった。人事部から再度呼び出された。調査の結果、君の重大な過失が認められた。降格処分と減給を検討している。また5000万円の一部について個人での負担を求めるかの憂いがある。一部っていくらですか？1000万円程度を想定している。1000万円。そんな金額払えるわけないだろ。その夜、自宅で妻と2人で途方に暮れていた。1000万円なんて私たちには無理よ。住宅ローンだって残ってるのに。弁護士さんに相談した方がいいんじゃない？そうだな。でもその前に自分でできることをやってみる。俺は本当に部長に電話したんだ。それを証明する方法が絶対にあるはずだ。イッチ、立ち上がった。逆転の予感。その夜、俺は自室にこもって徹底的に調べることにした。まずスマホの通話履歴を確認した。午前3時6分、部長の番号には通話時間2分34秒。でもこれだけじゃ弱い。部長は電話に出なかったとか言い逃れできる。
もっと決定的な証拠が必要だ。そこで思い出した。そうだ、俺には通話録音アプリがインストールされてる。おお、録音残ってるかも。2年前、オンコール対応の記録用に通話録音アプリを入れていた。震える手でアプリを開いた。あった。部長との通話の録音が残っている。やったー、これで証拠バッチリじゃん。俺は録音を再生してみた。ふざけるな。こんな深夜に俺を起こすんじゃない。俺の許可が出るまで何もするな。わかったな。完璧だ。部長の言い逃れは絶対にできない。これは決定的。でも俺はそれだけでは満足しなかった。もっと証拠を集めよう。次にページャーデューティーのログを確認した。障害検知午前3時2分。俺の確認午前3時4分。2分以内に確認している。迅速に対応していた証拠だ。さらにデータドッグの監視ログも確認。午前3時4分。俺がデータドッグにログイン。午前3時に15分。フェールオーバーコマンドを実行。部長の電話から20分間何もできなかった証拠がここにある。ログがすべて証明してる。次はスラックのインシデントチャンネルを確認。午前3時7分に俺が投稿。部長に報告済み。許可待ち。この投稿のタイムスタンプが部長に報告した証拠になる。そしてもう一つ重要な発見をした。過去6ヶ月分のページャーデューティーログを調べてみると、部長が原因で対応が遅れた事例が9件も見つかった。9件も。これは常習じゃん。各ケースを詳しく調べてみた。4ヶ月前、棟梁 A の対応で15分の遅延。3ヶ月前、棟梁 B の対応で1時間の遅延。すべてのケースで部長への報告後に長時間待たされている。これは組織的な問題だ。さらに調査を進めると、もっと驚くべき事実が判明した。棟梁 A と B も俺と同じように部長に責任を押し付けられそうになっていた。でもみんな怖くて声を上げられなかったんだ。部長マジで最悪だな。俺はすべての証拠をまとめた。1、通話録音。部長が対応を妨害した決定的証拠。2、ページャーデューティーログ。俺が2分以内に障害を確認した証拠。3、データドッグログ。20分間何もできなかった証拠。4、スラックログ。部長に報告したタイムスタンプ。5、過去の事例。部長が9回も同様の妨害をした証拠。これで完璧だ。証拠の山だ。部長積んだ。翌日、俺は常務に直接メールを送った。緊急で役員会議を開いていただけませんか。今回の障害対応遅延の真相をお伝えしたいことがあります。30分後、常務から返信が来た。わかった。今日の午後3時に会議室に来てくれ。よし、決戦の時だ。いよいよ逆転来るぞ。会議室には常務、社長、人事部長、そして石井部長がいた。それで君が話したいことというのは。はい、今回の障害対応遅延の真相をお話しします。どうせいいわけだろう。部長、私は午前3時6分に部長に電話で報告しました。だからそんな電話は受けていないと言っただろう。ではこれをお聞きください。俺はスマホで通話録音を再生した。ふざけるな。こんな深夜に俺を起こすんじゃない。勝手に判断するな。俺の許可が出るまで何もするな。なんだこれは。石井部長、これは一体。これはその誤解です。来た。部長は焦ってる。さらにページャーデューティーのログもあります。障害検知が午前3時2分。私の確認が3時4分。わずかに2分以内に確認しています。そしてデータドッグのログによると、レールオーバー実行は3時に15分。部長の電話から20分間待たされていたんです。石井部長、これはどういうことだ。いや、あの時は状況を確認する必要があって。それだけではありません。過去6ヶ月間で部長が原因で対応が遅れた事例が9件もあります。9件も。同僚 A さんと B さんも部長の妨害で対応が遅れていました。しかしみんな部長を恐れて声を上げられなかったんです。これは組織的な問題ではないか。まあ
待ってください。私は組織のために。組織のため5000万円の損失を出しておいて、しかもその責任の部下にをしようとした。それは申し訳ございません。斑点に積んでるざまあ。石井部長、これ以上弁解の余地はない。率直、懲戒解雇とする。そんな。また会社に与えた損害については500万円の賠償を求める。さらにパワーハラスメントについても調査を進める。懲戒解雇500万円賠償。これから君の冷静な対応と徹底した証拠収集、素晴らしかった。君を課長に昇進させる。また特別ボーナスとして200万円を支給する。そしてオンコール手当を月10万円に増額する。ありがとうございます。やった課長昇進100万円ボーナス。会議後、同僚たちが次々と謝罪に来た。本当にごめん。信じてあげられなくて。俺も部長が怖くて情けない。気にしてないよ。これからは一緒に頑張ろう。先輩かっこよかったです。いい話だな。その夜、自宅に帰ると妻が笑顔で迎えてくれた。おめでとう。本当によかったわ。ありがとう。君が支えてくれたおかげだよ。これでローンの心配もなくなるわね。これからは安心して生活できる。幸せそう。それから数週間後、石井部長は退職金もなく会社を去った。しかもパワハラの件で業界でも噂が広まり、再就職は困難になったらしい。一方、俺は新しい SRE 体制の構築を任された。オンコール対応の権限を現場に移譲し、迅速な対応ができる体制に変えた。その結果、障害対応時間が平均 60% 短縮された。すごい。一致のおかげで会社も良くなった。というわけで、深夜に障害対応を妨害した上司を完全論破した話でした。最後まで読んでくれてありがとう。ルシオツスカッとした。面白かった。